ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下にある拡大を重ねた駅の動画後編です。ご紹介するのが東京メトロの4路線が集まる国会議事堂前溜池山王の両駅です。1959年3月に丸ノ内線、72年10月に千代田線の駅が開業した国会議事堂前駅を取り上げた前編に続き、銀座南北両線の溜池山王駅の様子をお届けします。長い連絡通路に隠された施設同士の意外な位置関係と一見シンプルな駅の裏側に注目です。ここは前編で最後に出てきた千代田線のホームの端。4路線のホームはそれぞれ端でつながっており、この反対側には丸ノ内線につながる通路があります。千代田線のホームは地下 37.9 メートルの場所にあり、東京メトロの全駅で最も深い場所にあります。ここ大事です。ここから南北線のホームに向かいます。丸ノ内線とをつなぐ通路には長い階段エスカレーターがあったのに対し、こちらの階段エスカレーターはすぐに途切れてしまいます。また、ここにはエレベーターはなく、車椅子用の昇降機があるだけです。エスカレーターを降りたところで、通路が2つに分かれます。左に曲がると南北線への連絡通路、まっすぐ進むと改札口です。緩い下り坂を進んだところで通路は左に曲がり、同時に内装も変わります。少しだけまっすぐ進むと通路は右に曲がり、階段エスカレーターで再び高さを上げます。ここには車椅子用の昇降機がありませんが、エスカレーター自体に車椅子を乗せることができ、この通路がバリアフリールートになっています。エスカレーターを上がって左に曲がると、奥の改札へつながる通路と南北線のホームにつながる通路に分かれます。丸ノ内線から千代田線へ移動した時とは違い、水平移動が多いのが特徴です。一方、先ほどの場所をまっすぐ進んだ様子がこちら。エスカレーターを降りると、先ほどの連絡通路と同じく、緩い下り坂になります。2つの通路は上下になっており、ここで通路の幅が広がり、下の通路の上にこちらの通路がせり出します。通路の途中だけ幅が広くなっている構造なので、ここを通る人は少ないらしく、床も結構汚れています。そしてここを右に進んだところにあるのが、千代田線と南北線が共用する永田町方面改札です。永田町は南北線の隣の駅名でもあり、駅同士が互いに近いのがわかります。そしてこの改札を出て後ろを向くと、奥には南北線のホームにつながる階段があります。それぞれの施設の配置がこちら。南北線溜池山王駅の開業は97年9月。路線が四ツ谷駅から延伸された時に終着駅として開業した駅です。国会議事堂前と溜池山王の両駅には合わせて4路線が集まりますが、駅部分で他の3路線すべてと交差するのは南北線だけです。このうち丸ノ内線と千代田線との交差部分がこちら。丸ノ内線のトンネルが改札外と同じ階層にあり、通路はこれを避ける必要がありました。改札に向かう通路は丸ノ内線のトンネルの横に設置できましたが、この辺りは丸ノ内線のトンネルと干渉することもあって構造物の幅が狭く、ホーム同士をつなぐ通路を併設できませんでした。そのため、千代田線のホームを抜けた通路が途中で2つに分かれたというわけです。このスロープの奥の壁あたりまでは、千代田線の建設時に作られていました。南北線と千代田線の開業時期には25年の開きがありますが、将来建設される路線との接続が考慮されていました。そしてこの場所で、通路は丸ノ内線のトンネルをくぐった後、南北線のトンネルの上まで高さを上げます。左右に曲がったり上下移動したりと複雑な通路ですが、他の路線のトンネルを避けつつ、この先にある改札と無理なくつなげるため、このような構造になったというわけです。一方、断面図がこちら。丸ノ内線は、国会議事堂前駅では上下線が並んでいるのに対し、隣の赤坂見附駅では2階建てになっているため、交差部分ではトンネルの高さが違います。荷重が不均衡になりやすいため、トンネルの下にコンクリートを充填して補強したり、周辺の地盤改良などが行われました。難しい工事でしたが、丸ノ内線のトンネルが頑丈に作られていたのは幸いでした。また、千代田線の交差部分は、隣の赤坂駅の手前まで続くシールドトンネルの境目でした。シールドトンネルとは、シールドマシンと呼ばれる機械で地中を掘り進め、内側からセグメントというコンクリートの部材を取り付け、円形のトンネルを仕立てるもので、深いところを通る地下鉄でよく用いられる工法です。
シールドトンネルの上側が南北線のトンネルと被るため、上側を削って空間が確保されています。後から開業した南北線が千代田線より浅い場所にあり、丸ノ内線との間隔も狭かったので、これだけの大工事になったというわけです。また、先ほど私がいた改札周辺も南北線の開業に合わせて改修されました。南北線のホームに戻る前に、一旦地上に出てみます。改札を出て右に進むと、地上はまだ先にもかかわらず、周りが一気に明るくなります。階段と上下方向のエスカレーターを備えた立派な設備で、上を見ると、巨大な吹き抜けのような空間になっています。先ほどの改札は地下2階にあたる場所ですが、2階層分とは思えないほど大きな空間です。あまりに大きくて、画角に収まりきっていないのが残念ですね。なお、この出入り口は千代田線の駅開業時からのものではなく、南北線の開業に伴う改修と合わせて作られたものです。出口の様子がこちら。大半がガラス張りで、屋根の多くがパイプで支えられている設備は、他の駅ではまず見られないものです。この出入り口に向かって右奥には、総理官邸につながる道路があり、色からして特殊な警察車両が出入りします。そしてこの道路の反対側には、前編で映っていた高層ビルが並んでいます。南北線のホームはこの道路の真下にあるため、千代田線とは違い、地上から掘り下げて建設されました。また、前編の映像からもお分かりの通り、ここは周辺よりも地盤が低い場所です。この出入り口の海抜は 9.5 メートルで、300メートルほどしか離れていない一番出口とは 17.1 メートルもの高低差があります。ため池という名の通りここは元は池であり、駅の建設にあたっては浸水対策が徹底されています。改札に戻ります。この場所は4路線のホームのほぼ中央にあるため、4路線のサインや案内が並んでいます。これらは駅ごとにホームが近い路線から並んでいるようで、前編で最初に出た2番出口とは、丸ノ内線と千代田線の順序が逆になっています。改札内に入ります。南北線のホームにつながる動線は改札の正面にあり、利便性は抜群。エスカレーターを降りればホームです。ただし、序盤で通った連絡通路からの合流部分がこの先にあること、奥にある銀座線のホーム周辺にビルが集まっていることから、人気は少なめです。南北線の8両編成と6両編成のうち、6両編成はここには止まりません。この駅の重心がどこにあるのかがわかります。南北線の各駅には、開業時から天井までを覆うホームドアがあります。丸ノ内線と千代田線のホームドアは後付けで、腰までの高さなのに比べ、安全性の高い設備です。線路側の壁がよく見えないため、仕上げは抑えてありますが、楽しい絵が設置されており、退屈しなくて済みます。このホームの途中にはもう一つの改札がありますが、一旦素通りして、ホームの端まで進みます。この階段の裏側、ホームの端から続くのが、銀座線のホームとをつなぐ連絡通路。8両編成と6両編成の停止位置は、すべてここに寄せられています。これまで通った各線の連絡通路とは違い、ホームがすぐそばで接しており、高低差もそれほどないため、乗り換えはとっても楽です。このすぐ上には、銀座線のトンネルが天井から張り出しています。通路には上下方向のエスカレーターも完備していると思いきや、それは途中まで。距離が短くて利便性が高いだけに、残念な設備です。そうこうしているうちに、銀座線のホームに到着です。連絡通路が銀座線のトンネルと干渉しないよう、通路が右に寄っているのが特徴です。中央には、改札階へとつながる動線があります。エスカレーター3台のうち、中央の1台はと休日には動きません。銀座線から直接行ける改札は、この真下にあります。いろいろありそうな感じのローソンを眺めつつ、改札口へ向かいます。この先の改札が、その名もため池交差点方面改札。ため池山王駅には南北銀座両線が乗り入れていますが、表示があるのは銀座線だけです。南北線のホームへは、ここを経由しなくても行けるのです。中盤で通った改札へ戻ります。実はここからため池交差点方面改札までは、改札外の連絡通路があります。この通路はホテルにつながっており、左に曲がった後で南北線のトンネルと平行に伸びています。ホテルと駅を行き来しやすくするために作られたので、内装が他の場所とは違っているというわけです。
そして途中にあるこの部分は、丸ノ内線のトンネルをくぐるためのものです。一見意味がわからないアップダウンですが、先ほどの図を思い起こしてみると、その理由がよくわかります。そして100メートルほど進むと、今度は別のビルに直結する動線があります。今は夜なので全体的に暗いですが、日中は光が漏れてきます。そしてこの場所が中盤の映像でスルーした動線の先にある赤坂方面改札です。赤坂自体は千代田線の隣の駅名であり、ここにも駅間距離の短さが現れています。ちなみにこの改札までは、序盤で私が通った千代田線と南北線をつなぐ通路を経由しても、南北線のトンネルの上を通ることでたどり着けます。大きな駅ということもあり、改札内外に複数の動線があり、使いこなすのが難しそうです。左の板には、定期は経由の通り使うことを求める注意書きがあったのですが、すでに消されてしまいました。正面の休憩スペースと合わせ、平成初期のテイストが残る場所です。そして、この改札から右に進むと、先ほどの溜池交差点方面改札へ行けるというわけです。改札内通路はここで南北線のホームに合流し、改札外通路がその上にせり出します。そして通路は左に曲がり、階段エスカレーターで高さを下げます。角にある案内図がこちら。灰色が先ほど通った改札内通路であり、あちらはこの壁の右側で逆に高さを上げていき、位置関係が逆転します。ここを抜けた先に、溜池交差点方面改札があります。確かにこれなら、南北線の表示はいらないですね。そしてこの構造、何か気づかないでしょうか。前編から見てきた、丸の内、千代田、南北の3路線の改札はいずれもホームより上の階層にあるのに対し、銀座線の改札だけがホームの下にあるのです。銀座線の溜池山王駅周辺の区間が開業したのは1938年。一方駅が開業したのは南北線開通と同じ97年9月で、実に60年近くここに駅はありませんでした。当時はもちろん南北線の計画はなく、駅を設けることを考慮していなかったため、上下線が並ぶ普通のトンネルがありました。トンネル自体が浅く、地表との間に改札を設けるスペースがなかったため、改札はホームの下の階層に作られました。ちなみに、以前別の動画で取り上げた日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅も、後から開業した駅ということもあり、改札はホームの下の階層にあります。また、駅の建設にあたり、上下線を外側にずらして、ホームのスペースを捻出。戦前に建設された駅も多く、小ぶりな施設が目立つ銀座線としてはゆったりした作りなのは、それが理由です。溜池山王駅のうち、南北線のホームは、ライトグレーや白のガラス素材、アルミパネルなどを使った明るい雰囲気なのに対し、銀座線のホームは花崗岩を使うことで、同時に開業した駅でありながら、対照的に落ち着いた雰囲気に仕上がっています。こうしてできた駅には、その経緯も合わさり、特別な役割があります。移設される前の上下線の一部は今も残っており、東隣にある虎ノ門駅との間には、それを生かした留置線が2本あり、早朝深夜に車両が止まっているのを見ることができます。駅を挟んで東側では、移設される前の線路との合流地点は駅のそばにあり、短い線路が保線用車両のために設けられています。そしてこの先には、上下線をつなぐ線路があります。この駅で折り返す列車は通常ありませんが、この線路はたびたび活躍してきました。それが、過去に数回行われた渋谷駅の改良工事の時です。それまで百貨店の建物と一体化し、2つのホームが線路を挟んでいた駅を場所ごと移転した上で丸ごと作り変える大工事でした。工事に伴って銀座線の列車が渋谷駅を発着できなくなる日があり、その際には一部区間での折り返し運転が行われました。この時、この線路が使われたというわけです。銀座線の駅設置工事に先立つ線路移設工事は、駅開業の10年前に始まった壮大なものでした。一方、その下をくぐる南北線の工事も苦労の連続でした。駅の目黒寄りにある道路は幅が11メートルと狭く、上下線の間に柱がある普通のトンネルが作れなかったため、柱のない特殊構造のトンネルとして道路下に収めています。これだけ狭い道路なら2段重ねにすることも多いですが、3路線との交差部分が続いているため、そうはいかなかったようです。そしてこのトンネルのうち、線路の上の階層は通路として利用され、
ため池交差点方面改札から延々と伸びています。これなら、数百メートル離れたビルやホテルまで雨に濡れずに行けます。そしてこの通路の途中には意外なものがあります。それがこちら。これは17年3月まで銀座線で運行されていた車両01系の部材の一部を利用して作られた自販機で19年2月に設置されたものです。行き先表示器や銘板の一部が流用されているほか、今では珍しくなったプレート式のメトロマークもついています。そして本体には車掌さんのボイスを聞ける機能もあるそうです。ため池山王駅の端にある出入り口から地上へと出てみます。この出口は9番出口、番号は国会議事堂前駅から連番になっています。周辺にはビルが立ち並び、車がバンバン行き交う様子は前編で最初に出た2番出口とは大きく違います。同じ駅として扱われていながら、施設の周囲の景色も大きく違う2つの駅。地下だけでなく、地上の変化にも注目です。ご視聴ありがとうございました。